こんにちは。膣内射精障害を克服した男、ゴリ太郎です。今回はですね、膣内射精障害に関するご相談、私のところにもうすごいたくさんいただくんですけども、その中ですね、結構多いのが、まず何したらいいか分かりません。どうしたらいいですかっていうような質問すごく多いんですよね。はい。で、そういった方のために、何回もですね、質問のやり取りをして、今こういう状態なんですね。じゃあこういうふうにしてくださいっていうのももちろん大事なんですけども、一回ですね、今日、膣内射精障害の治し方のまとめっていう動画これからお伝えしますので、それを一回ご覧いただいた上で、今自分が原因は何なのかなっていうのを自分で、ご自身で考えていただくっていうのをですね、治すのとっても大事なので、それができたらいいなと思って今回ちょっとこの動画を、撮っています。はい。じゃあ、膣内射精障害の治し方に入る前に、膣内射精障害になってしまう原因って何かっていうと大きく2つあるんですね。で、1つは、その女性の膣のなんですかね、刺激に対して自分の普段のですね、マスターベーションの刺激が強すぎて、その弱い刺激でですね、射精することができないっていうパターンが1つですね。これが原因が1つです。で、もう1つが、今日も射精できなかったらどうしようとかっていう不安とか心配事とか、あと普段の仕事とかですね、そういったもののメンタル的なストレスを抱えている場合も、これはですね、勃起がうまくいかなくて、あとは勃起が長続きしなくて中折れしちゃうとかですね、こういったことになってしまって、そもそも勃起できないと女性の膣内に挿入ができませんので、膣内射精障害になってしまう。原因は大きくこの2つあるんですね。で、大体の方が、両方持ってます。この両方の原因が持っているので、両方とも解決していく必要があります。はい。じゃあ、まず、膣内射精障害で、一番大きな原因として、自分のマスターベーションの刺激が強すぎるというのは、これどうしたらいいかっていうと、僕の方の動画でですね、主に床穴と足ピンと強グリップっていうこの3つの原因がある、それぞれ動画の解決策出してますんで、そちらをまず今見ていただくっていうのがまず第一ですね。で、自分のマスターベーションを見直して、本当にですね、とにかく弱い刺激に慣れていくっていうのがすごく大事なんですね。はい。で、握り方のその弱い刺激の目安なんですけど、よく言われるのが、うまい棒が割れるか割れないかとか、ハムスターが嫌がるか嫌がらないか、これ本当に書いてあるんですよ。そういうふうに書いてあるんですね。そういうぐらい、それぐらいですね、本当弱い刺激で射精ができないと、とてもじゃないけど女性の膣内で射精はできませんよっていうのが、こういうふうに示されています。で、僕の方でお勧めしているのは、テンガヘルスケアさんが発売されている、治療のですね、メンズトレーニングカップっていうのがあります。フィニッシュトレーニングがメンズトレーニングカップフィニッシュトレーニングだったと思うんですけど、こちらの商品がですね、そもそも膣内射精障害を克服するためだけに開発された、オナホールですね。使い捨てなんですけども、こちらがですね、レベル1ってすごいきついやつからレベル5ってすごい緩いやつ。で、レベル5で射精できれば、おそらく女性の膣内でも射精できるであろう。そういうすごいソフトな刺激なんですよ。なので、ここのレベル5で射精できるってことを第一目標にして、まずは自分のマスターベーションを見直すっていうのがですね、治療の第一ステップになります。はい。で、第2ステップですね。で、これができるようになった。テンガヘルスケアさんのレベル5でも射精できるようになりましたって言ったら次何をするかっていうとですね、次はですね、今まで多分マスターベーションで普通は自分の手を使って、ペニスをしごいて射精するっていうのがほとんどだったと思うんですけど、今度はできれば自分で腰を使って腰を振ることによって射精をするっていうようなマスターベーション方法を、トレーニングですね、実際にセックスに近いトレーニングを重ねていくっていうのが次の第2ステップになります。で、私の動画でも紹介してますけども、そのテンガヘルスケアさんのトレーニングカップがすっぽりはまるですね、クッションとかがあるので、そういうのを例えば机の上に置くとか、枕の上に置くとか、置き方とか使い方はもうそれぞれ皆さんですね、すごい工夫していただいて、いろいろ考えていただければいいと思うんですけど、あと寝ながら後ろ上にその地上位みたいな感じで取り付けるのいいと思うんですね。こういったことを使って、腰を振って射精するっていうトレーニングが第2ステップになります。で、この腰を使って射精するトレーニングもできたらですね、その第3ステップですね。で、第3ステップは正直第1ステップ、第2ステップと、同時並行に進めていいんですけども、普段見ているですね、いわゆる、男性諸君でおかずと言われているマスターベーションの時に見る性的刺激ですね。はい。で、これがですね、多分ほとんどの方がアダルトビデオを見てると思うんですよ。で、アダルトビデオってあれフィクションなんで、あんなこと起きないんですよ。当然ね、時間を止まるとかそういうのはないのはもちろん分かってると思うんですけど、例えば女性がすごい激しくこう手を動かしたらこう潮を吹くとか、ああいうのって見せるため、興奮させるためにの演出なので嘘なんですよね。で、そういうのの刺激に慣れてしまうと、実際のセックスがなんか物足りなさを感じてしまって、弱い性的な刺激で興奮しにくかったりとか、勃起しにくかったりとか、そういう症状が出てしまうんですよ。で、これを回避するためには、
例えば僕のその相談してくださった方の中でいらっしゃった方、何か具体的な事例を挙げると、例えばグラビアアイドルの水着の写真集ですね、こういったもので妄想をかき立てて、自分のなるべく妄想力で射精するようにしたとか、あと僕の体験談だと、僕は官能小説を使います。官能小説を使って、その官能小説結局文字だけなんで、文字情報から自分の頭の中でそのシーンを想像してするので、刺激がですね、結局視覚的な刺激じゃないから弱いんですよね。はい。でこういったものを使って、そのリアルな動画のですね、視覚的な刺激を抑えて、できれば一番いいのは自分の妄想でいくんですけど、自分の妄想が難しいと思うんで、写真集とか官能小説とかですね、そういったものを使って弱い性的な刺激でも勃起ができる、射精ができる状態に持っていくっていうのが、これ第3ステップになっていきます。はい。で、さあ最後第4ステップなんですよ。これはですね、もう実践あるのみですね。で、ここまで至るまでにもですね、やってほしいんですけど、パートナーがいる方は、パートナーに自分が窒素射精障害であるってことを必ず告白してください。で、告白して、それを今直してるんだと。で、こういうゴリ太郎さんという方の動画を見ながら、自分で必死にいろいろ考えて直してるから、よかったら協力してほしいっていうですね、協力を仰ぐんですね。で、これがないと何が起きるかっていうと、その実践の時に困るんですよ。この実践練習の時に、やっぱりですね、私の相談者の中で直した方、克服された方でやっぱ多かったのは、セックスの回数を増やしましたって方結構多いんですね。で、これやっぱりパートナーの方がすごく協力的で、一緒に直そうよって言ってくれたから、今まで月に1回しかしなかったエッチの回数を週に2回にしましたとかですね、そういった方もいました。そうやって実践の回数、経験を増やすことでも、シナ射精障害ってどんどん改善していきます。なので、パートナーにですね、必ず自分が窒素射精障害であることを告白して、もしくはそういう話し合いをして、今直してるんだっていうことと、絶対直したいから協力してほしいっていうですね、協力を仰ぐんですね。で、これで、実践を増やしていってください。で、実践の時に注意していただきたいのは、いろんな体位を試してみてください。やっぱ人によって性器の位置とかつき方とか、あと腰の振りやすい位置とかって全然違うので、正常位だけじゃない、バックだけじゃない、騎乗位だけじゃない、もういろんな体位あると思うんですよ。即位とかもあるし、いろんな体位があるんで、そういうのを本当試してですね、やるのをぜひね、お勧めします。で、自分の体験なんですけど、自分はたまたまですね、騎乗位だけども、女性が僕にすごい寄しかかって、結局僕が下から突き上げるような、なんで女性は全然動かないんですよ。僕が下から突き上げるような体位っていうのを試したら、これがハマってですね、これで射精ができるようになりました。はい。なので本当にですね、人によってどういう体位が射精しやすいかっていうのは全然違うので、必ずですね、その実践練習の時にはいろいろな体位を試してください。はい。これがステップ4ですね。で、ここまでいけば、ほぼ窒素射精障害を治すことができます。はい。以上がですね、窒素射精障害の治し方のもう簡潔なまとめですね。ただ、それぞれいろんなところでお悩みがあったり、自分のそのいろんなところで心配事とか不安なことがあると思いますので、それぞれですね、個別のご相談については、ぜひですね、このチャンネル登録した上で、Twitter とか LINE の方で直接メッセージをいただければ、動画を見たんですけど、多分今この辺が原因だと思いますと言ったら、じゃあそこを集中的に直していきましょうということで、僕の方でいろんな相談をしてですね、提案をして、こういうのどうですか、こういうのどうですか、こういうのどうですかみたいなことをどんどん提案していきますので、それで一緒にですね、直していけたらいいなというふうに思っています。で、実際にですね、今まで直した方っていうのも、私の方にですね、何回も相談してくれて、もう半年をかけて直したって方もいらっしゃいますので、もうぜひですね、お気軽に、相談のメッセージいただければいいかなというふうに思います。はい。ちょっとですね、今日話長くなってしまったんですけども、窒素射精障害の直し方ということで、動画の方を作りましたので、ぜひですね、最後まで見ていただけたら嬉しいかなというふうに思います。はい、今後もですね、窒素射精障害、または男性の性機能障害に関する情報発信続けていきますので、動画の高評価、またはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。